トイカメラ取り比べ。インスタ360エースプロ2ピエニ8。昔の8ミリフィルムを思わせる少しザラッとした温かい写り。これがたまらないのよ。ユキヒョウの旅。とある日曜日、YouTube のおすすめでトイカメラの比較動画が出てきたのよ。トイカメラなんて興味なかったよね。そうなのよ。でも動画を見たら欲しくなってすぐにビッグカメラに買いに行ったのよ。種類がたくさんあるね。外国人にも人気なんですって。これは2番目に欲しいと思っていたピエニフレックス。片手だからうまく開けなかったけれど、上から覗いて撮影するタイプ。デザインはこれが一番好き。購入したのはこちらのピエニ8。こんなサイズ感です。ガチャガチャで出てきたやつみたいだ。軽いプラスチック製でまさに500円くらいの見た目よ。でも割引価格で6970円だったのよ。この小さい点がレンズよ。下には付属のストラップを取り付ける穴よ。それからマイクロ SD カードと充電コードタイプ C を突っ込む場所。ちゃんとファインダーもついています。でも液晶はついていません。公式にも書いてある通り、モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみなんだね。そうなのよ。だから猫の尾しか映ってないとかもあったのよ。ではアクションカメラの映像と並べて見ていくわよ。なんだこれ。ピエニ8に固定する留め具をつける場所がなかったから黒テープでぐるぐる巻きにしたのよ。左がインスタで右がピエニ。インスタの左下にはピエニのレンズが映り込んでしまいました。音声は一区切りの動画の前半がインスタ、後半がピエニのものです。後半はほとんど聞こえないね。手ブレ補正ももちろんついていないのでピエニの方はブレています。それはそれで味があるよね。そうなのよ。ピエニのファインダーではなくインスタの液晶を見ながら撮っていたので、ピエニの方はいろいろと見切れている部分も多いです。ピエニはなんだか昭和の映像を見ている感じがするよね。セピア調なのがいいのよね。あとコマ送りもわざと昔の8ミリビデオみたいになるように設定してあるんですって。だから動きがカクカクしてるんだね。それもあるけれど、やっぱり手ブレ補正がないのが一番の原因よ。このブレ感もピエニの良さなんだけれどね。これは初めての撮影でどんな風に撮れているか全くわからなかったけれど、ゆっくり動かすのが良さそうね。セミの声が全く聞こえなくなった。ピエニにもマイクはついているけれど近くの音しか拾えないのよ。竹垣がブレブレ。昭和のビデオカメラはブレン B が出る前まではこんなものだったわ。だから懐かしい感じがする。若い人たちにはこの写りが逆に新鮮みたいよ。現代なのに何十年か昔の映像を見ている気分。歩きながらカメラを回すとかなりブレますね。足を動かさないで上半身をゆっくり右から左へ回すのが良さそうだね。ピエニのファインダーを見ていなかったので鳥居がかなりはみ出ています。インスタの広角に慣れてしまっていたので
実際にはこんなに近く撮れるということも忘れていました。鳥居が見えなくなった。ちゃんとこうやって撮ることをお勧めします。歩くとかなりグラグラした動画になるけれど、ドキュメンタリーっぽくっていいわよね。ブレアウィッチプロジェクトみたいにね。それは怖いよ。3の鳥居。ピエニだと足音も全く入りません。静かな風景を撮るにはいいね。鳥居が見えなくなった。ピエニのファインダーをちゃんと見て確認しないとダメね。南神門。雨上がりで通路が濡れているのはピエにでもわかるのよ。それでもやっぱり昭和時代に撮影したフィルムっぽさがあるね。数あるトイカメラの中からピエニを選んだのはこの色合いが決め手だったのよ。目をとくす。この光が当たって白飛びしちゃってるあたりが萌え萌えよ。眩しい光を浴びてるみたい。この後ちゃんとお参りしました。この拝殿の近くは撮影禁止なので映像はありません。歩きながらぐるっと回るとますます画面がグラグラです。手ブレ補正の力ってすごいね。何周回るの？そろそろ帰る。ピエニの映像だけ見るとすごい山の中にいる感じ。ボリス雑貨店。歩道橋。サイゼリヤ新宿エルタワー店。
ピエには随分深いね。ピエニには色補正をする機能がないので仕方ないのよ。何の料理なのかもわからないレベル。ピエニの画像をダヴィンチリゾルブで調整してみたわよ。レタスがちゃんと緑色になったね。再び補正なしのチキン料理。色の調整をしました。ピエニでは色の補正ができません。撮影してどんな色になっているかもパソコンに取り込んでみないと確認できません。とりあえずコーヒーゼリーフロートを食べるわよ。それってそうやって食べるものなの？違うの。みんな違ってみんないい。夜の街。雨が降っています。夜の街はピエニでは全く撮れないと思っていたのですが、案外撮れていました。新宿のネオンの光が強いからかもしれないよ。そうね。でも独特の色合いが素敵よね。このピエニはこのビッグカメラの4階で売られていたのよ。新宿西口の景色も日々変わっていくわね。バス停もかなり変わったし、小田急デパートがあった場所は今は巨大な穴なのよ。そして東口のマイシティじゃなかったルミネエストも見えるのよね。ところでインスタには暗い場所でもかなり明るく撮れるモードがあるんですが、それは使っていません。通常モードで夜間の撮影をしています。人が歩いているのもちゃんと撮れるんだね。
の方にストラップの紐が映っちゃってます。ロールキャベツで有名なアカシア。うなぎの小林。猫の映像です。猫はかなり見切れてしまってました。花。亀。恋。セピア調の色合いや独特のボケ感が気に入っているので、今後も旅動画の中に少し取り入れてみたいと思いました。森の小道。この動画が参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他の動画もよろしくね。チャンネル登録も。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。